said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word. You haven't gotta hurt no more. こんにちは、オネです。いつも私の動画をご覧くださってありがとうございます。初めて動画を投稿してから約200本ほどになりました。今回初めて、顔を出して皆さんにご挨拶をすることにしました。今までどうして、顔を出してこなかったのかと言いますと、初めて、YouTube をやろうかと思った時の私の年齢が59歳だったんですね。それでこんなおばあさんの動画を一体誰が見てくださるんだろうという不安があって、顔出しするのをやめました。で、初めはお料理の動画だったので、顔出さなくても構わなかったんですが、最近外に出て、お店とかプロカントを撮るようになってから、やっぱりいつもちょうど私のこの辺から切れていて、すごく自然だなというのを感じてました。それでちょっとこれはどうにかしなくちゃなと思っていたその矢先に、インスタグラムで70代のインフルエンサーの方を知ってとても驚いて、そして、YouTube をなさっている90代の女性のことも教えていただいて、60代で顔が出せないなんて言ってちゃいけないと思いました。というわけで今回は私の家のリビングルームとキッチンをご紹介したいと思います。キッチンとこっちのリビングルームが一つになってます。そして、こちら側が一面窓になっているので、とても明るいです。そして、この家に引っ越してくる前は小さなアパートメント、あれはスタジオタイプですね、ワンルームに住んでいたので、家具はほとんど持っていませんでした。それなのでここに引っ越してくる時は何もなくて、でもこのアパートメントを買ってしまったので全く家具に回す予算がなくて、中古品が買えるサイトがあるんですが、そういうのを探して少しずつ揃えていきました。中古品でも私大好きなので、なんか新品にはない味もあるし、その昔の手作りのものというのはなんか今のものよりもしっかりしてた気がしますね。なので私は中古品が大好きです。で、少しずつ揃えたのが今私たちが持っているものなんですが、ここのリビングルームにあるものはもうほとんど中古品です。まず私の後ろにあるこの食器棚なんですが、実はこれ以前の私の動画で一度ご紹介したことがあるんですが、これももちろん中古品です。フランスのサイトでル・ボンコワンというのがあって、それで見てました。家具付きのアパートマンに引っ越しをなされて、その家具を全部お売りになりたかったですね。その他にもアパートマンにあったたくさんの家具がありました。なので、これだけではなくて3つだったかなの家具を一緒に買ってきました。食器棚の中はこんな感じです。京都の古道具屋さんで見つけた日本のアンティークヴィンテージ
そしてやはり同じ店で見つけたこのお皿です。わかりますか？このガラスの感じが、表面が均一でない感じで、ちょっと光が揺れる感じなんですね。これ昔のガラスで手で作ったものなんだそうです。なので均一でない表面がこうニュアンスがあってとても好きです。食器棚の上には皆さん見たことがあるかなと思うんですが、この間のジュースで買った調味料入れとか、これはリパブリックのブロカントで買って、これは実は日本の京都で買いました。京都のお寺さんでやっていたブロカント、飲みの市かなで見つけて買ってきました。それをフランスに来る時も持ってきました。この壁にあるミモザですとか、この木の枝は部屋に飾っていたもので捨てるのがもったいなくて全部吊るしてドライフラワーにしました。この大きな木の枝、これは近所の林を歩いていて落ちていた枝を拾ってきました。このバスケットの中に入っているのも全部お部屋に飾ってあったものをドライフラワーにしました。それとテラスに咲いていたアジサイの花です。先日ここにかけてあった日本の掛け軸を外して、今までブロカントで買ってきたお皿を並べてみました。で、並べてみて後で気がついたんですけど、こちらはスレッチになってるんですが、こちらがかなり曲がってしまいました。初めからもともと両方きれいに並べるつもりはなくて、この辺りをランダムにこういう感じで置きたいなと思ってたんですけれども、微妙なランダムというより微妙な高さの違いになって、そしてこれをついうっかりこちらに並べてしまって、全くランダムな感じにならなくなって、そしてこれをこれに合わせるつもりが微妙にずれたという言い訳をさせてもらえれば、この壁がすごく強固で、特別なドリルがないと釘やネジをさせないんですね。なので粘着式のフックにかけてやったので、ちょっと掛け合い、この距離感を見るのが難しくて、こんなになっちゃいました言い訳ですね。でもうちの夫はそれに全く気づかず、あ、そうだったという感じだったので、まあここに住んでる人がまあ気にしないのならいいかなと思ってます。私の動画をいつもご覧いただいている方で見覚えもある方もいらっしゃるかと思うんですが、このお皿、確かラスパイユのブロカントで買ったんですが、買った時は真っ黒でかなり汚れていて、それでもこの柄の素敵さにいいなと思って買ってきたんですが、今こんなに綺麗になりました。まだ少しシミは残ってるんですが、買ってきた時の汚さからはもう格段の綺麗さになりました。実はこれ、私ヴィンテージなどの食器の汚れがどうやったら取れるのか少しずつ実験をしてみました。
いろいろやったんですが、最終的にはフランスのバーカーボネイト、多分日本語だと酸素系漂白剤かな。最後はそれで綺麗になりました。なるべく漂白剤は使いたくなかったので、ずっと、シャボンノワールというフランスの石鹸水を使ってたんですが、それでも時間はかかったけど結構落ちました。でも最終的にやっぱりここまで綺麗になったのはその酸素系漂白剤、フランス語でパーカーボネートで綺麗になりました。でもやっぱりそういうものを使って落としたということはちょっと表面のコーティングがもうあまり良くないということなので、食品には使いたくないので飾りました。こちらの戸棚はもう私の動画ですっかりおなじみだと思います。これもちろん中古なんですが、私が見つけました。夫は大反対をしていて、なぜかというともうすでにあちらの食器棚があるのに2つもいらないだろうということで全く、協力してもらえず、1人で見に行って1人で配送業者を手配して1人で買ってきて、でおまけにこの配置も手伝ってくれず全部1人でやりました。そしてこのお値段、驚きの50ユーロでした。こちら側が普段使いの食器を入れてます。そしてこちらがブロカントで買ってきたものが並んでます。こちらのヴィンテージのお皿類は絶対にうちの夫には触らせないようにしてます。その理由はこれです。この日常使いの食器類が欠けてるのは全部夫のせい。欠けた食器見えるかな。手柔らか扱うのですぐに壊れてしまいます。なのでヴィンテージの食器類には手を触れないようにと厳しく言ってあります。そして大好きなこちらの戸棚の上にあるカゴの中のも全部ドライフラワーです。リビングルームではないんですが、ちょうどトイレの入り口の脇の壁にあるのも全部ドライフラワーです。そしてこのドライフラワーの真ん中にあるこの写真、これはうちの夫が昔撮った写真です。このライトとこの天井のライト、これは紐、荷造り用の紐ですよね。あれを利用して手作りしました。そしてうちのリビングルームの主役なのがこのテーブルです。このテーブルもやはりインターネットの個人広告のサイトで見つけたんですが、くるみの木でかなり大きいんですが1枚で修道院で使われていたものだそうです。これを見つけた時にはもう私はもう一目惚れですぐ買いたかったんですが、初めは夫にこんな大きくて高いものこのうちにはいらないだろうということで反対されたんですが、そのせいで約3ヶ月、夫を説得して最後にようやく手に入れました。なので私はこ
これにはとっても思い入れがあります。今では夫もこれをとっても気に入ってます。リビングルームの主役ですね。これもそうですね、ル・ボンコアンのサイトで見つけて、夫が電車で結構な大きさがあるんですが、これとこの2脚を運んできました。ちょうどラッシュアワーに差し掛かる頃だったらしくて、乗客の方に大きすぎるわよと文句を言われたと言ってましたが、無事に持って帰ってきてくれました。このソファーももちろん試供品でした。サイトで見つけて、そのお宅に見に行ったんですが、もうテラスに出されていて置きっぱなしで、あまり状態は良くなかったんですが、クリームを塗ってきれいにしたらこんなに素敵になりました。大きなこの絵、これは夫の友人の画家さんの作品です。この左端の男性、ブルーのコートを着ている男性なんですが、これ多分うちの夫がモデルなんじゃないかと思います。とっても雰囲気が似てます。そして夏は私の大好きなこの椅子、空を見ながらワインやビールを飲んでのんびりします。最高です。I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly ここがうちのキッチンです。実は私はこのキッチンあんまり気に入ってません。ここに越してきた時に予算がもう尽きてしまって全然改装してないんですね。なのでもう前のオーナーさんが使っていたそのまんまのキッチンです。なので私の理想ではちょっとないです。それは少し残念です。なぜ理想じゃないかというとですね、まずこの電磁調理器、やっぱり私はなんとなくですがガスの方が美味しいような気がするんですね。というのもやっぱり火から離して振ったりとかできるじゃないですか。それがちょっと電磁調理器だと難しいので、できればガスが良かったかなと思ってます。おしゃれなガス台もありますよね。ああいうのを置いてみたいなと思っています。そして今ご覧いただけるこのブルーのラインなんですけど、実はこれは前のオーナーさんの時は黄色い花柄でした。なんていうんですかね、レトロとカントリースタイルの中華ぐらいの感じで、はっきり言ってしまうととてもおばさん臭い感じでした。私の年齢には合ってるんですけれども、でもやっぱり私の好みではなくて、それで、改装もできないので仕方なく私の好きなブルーでそのタイルを全部塗ってしまいました。本当に収納のスペースはあんまりないんですね。でもこのカウンターがあるので結構助かってます。ブロカードで買ってきたものなんかもここに並べられるし、料理をしている途中でここの下ですね、下のところも使いながらできるので、このカウンターがあるのは本当に助かってます。これは覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですが、ドヤ顔のかもめくんです。ここに並べてます。
のカゴは日本から持ってきました。そしてフランスらしいなと思ったのがこのスペースです。食洗機の隣にあるのは多分ワインを置くための棚じゃないかなと思うんですね。うちは牛乳とか並べてますけど、これがちょっとフランスっぽいなと思いました。実はこれでうちは魚を焼いてます。ここにトレイを乗せて焼くんですが、上火しかないので煙が全く出ません。ちょっと大きめですがとても重宝してます。広いように見えてあんまり収納はないんですね。なのであまり物は増やせないかなという感じです。ナイフフォーク類で、ここが調味料とボトル類。お菓子を作るための道具が主に入ってます。ここはタッパー類、ここは食料品、このキッチンの戸棚とその天井の間のスペース、あそこに今後ブロカントで小物を買って並べたいなと思ってます。冷蔵庫は2つあります。2つにしたくて買ったわけではなくて、前に住んでいたやつの冷蔵庫を持ってきたらここにもともとあった冷蔵庫があったというわけです。そしてここにたくさん植木が並んでます。多分これ全て動画をご覧いただいている方には見覚えがあるかと思います。これ実は前に持っていたティッピー、大きなティッピーだったんですね。あれが虫に食べられてダメになっちゃったんですけど、その小さな小株が増えてたんですが、それを移し替えて今元気になってます。こっちにもいます。ブロカントで買ってきた5ユーロのあの椅子、それがここです。この後ろにある写真ですが、これ夫が若い時に一度個展を開いたことがあって、それっきりだったらしいんですが、その時の作品です。この植木が並んでるこのベンチ、これも中古でやはりサイトで見つけて、ここからあまり遠くないお宅だったので、夫と一緒に運んできました。これ今は何も出てないんですが、みょうがです。近くになったら出てきてくれるかなと楽しみにしてます。そしてこちらが2年目のニラ。なかなかフランスだと、売ってるところがないので育てています。一度だけ、収穫しました。テラスに出てみます。
これは富士なんですが2年目ですね。これが1本と奥にもう1本あります。残念ながら今年もお花がつきませんでした。楽しみにしてたんですけどね。また来年ですね。もみじが真っ赤に色づいてます。一部もう緑になってきてますね。そしてこれがローズマリー。お花ももうそろそろ終わるかなという感じです。これはジャスミン。とってもいい香りがしています。夏の朝、ここに座ってコーヒーを飲むのが楽しみです。完成です。日本のケーキの味。小田家リビングルーム&キッチンツアーでした。また次の動画で